こんにちは、書道家のしおりです。今日は字が劇的に変わる筆を立てて綺麗な線を引くコツについてお伝えしていきたいと思います。書道を始めたばかりの頃というのは、その字の形にとらわれすぎてしまって、筆の状態がどんな感じになっているかっていうところまで気持ちがいきにくいと思うんですね。ですが、この筆を立てるということは、書道において最もと言っていいほど重要なポイントになります。この動画の中では、そもそも筆を立てるってどういうことなのか、そして、筆を立てて何が変わるのか、そしてその筆の立て方についてお伝えをしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、この動画の中でお伝えをする内容になります。4つに分けてお伝えしていきます。まず1つ目が筆の持ち方と基本姿勢。これなんですけど、今更筆の持ち方というふうに思われるかもしれないんですけれども、今回のタイトルである筆を立てるということと、この筆の持ち方、主には角度についてお伝えをしていくんですけれども、それにはですね、関連性がとてもありますので、そちらについてまずお伝えをしていきます。そして2つ目が筆を立てる感覚をつかむ練習。この筆を立てる感覚なんですが、これは筆の弾力を使うというポイントが大きく絡んでるんですね。ですので、そのことについてお伝えしていきます。そして3つ目が実践1つ目として直線、横線ですね。今回はそちらを書いていきます。そして実践2つ目として、今回はですね、曲線を含む漢字、第一の地ですね。ちょっとですね、その解説を入れながら、筆を立てて書いていることの、違いですね。そのようなことをお伝えしていきたいと思います。はい、それではですね、筆の持ち方と基本姿勢というところをお話ししていきたいと思います。ではですね、まず正しい筆の持ち方、これこそ今更の情報だと思うんですけれども、この2本、人差し指と中指で持って親指で支えるということですね。まずはこれで、持っていくことで、力みづらい、鉛筆だとこうやって持って書きますけど、書道の場合はこれくらいの感じですね。ここに力をあまり入れないという感じ、この状態で書いていきます。そしてですね、筆を立てるというともうこうやって書くのみたいな感じになると思うんですが、ちょっとそれもですね、いろいろな要素がありますのと、あとですね、ちょっとここも触れておきたいのが、書道の中では直筆と側筆というものがあるんですね。で、直筆というのは筆を本当にですね、垂直ぐらいに立てて書くことなんですが、そこのメリットというのは、筆がですね、まとまりやすいというのと、抑揚が出やすい。そして、筆の弾力を使いますので、やっぱり次の点画に行きやすい。例えば、こう、横画を書いた次にですね、縦画につながるような点画。そういったものも、このなるべくこう筆をですね、立てて書くことによって弾力を使えますので、スムーズにいきやすいんですね。で、それに比べて側筆というのはこう寝て書いてしまうので、まず平面的になってしまうんですね、線が。で、使い分けるというところになりますと、側筆というのは線を太く書くことができますので、そのようなですね、表現をしたいときは、もちろん側筆というものを使うことはあるんですけれども、まず覚えていただきたいのは、どちらかというと直筆の方になりまして、今回はですね、ここまでいかなかったとしても、こうではなくって、こっち寄りの筆の角度みたいなところを意識していただくと良いのかなというふうに思います。そして書道をする時の姿勢というのもちょっと注意が必要なんですけれども、今ですね、私ちょっと顔は映ってないんですけど、ここに座って肘がわかりますか？落ちちゃってるんですね。ここの位置より、手首の位置より。そうすると筆をうまく扱うのが難しいのと、視線が低いんですね。全体を見えなくて、紙をこう斜めでこっち方向に見てるんですね。そうすると、やっぱり全体像が見えにくいんです。なので、これはですね、座ってる場合は、ここの肘の高さが高くなるように、何かね、こう下に敷いて高くするということをしてみてください。こういう感じですね。これぐらいの
姿勢、もしくはもう低い場合は立ってしまっても大丈夫です。立った場合はですね、その筆と紙の距離というものを意識して、もし結構高いところから書く場合は、筆をですね、若干、今までこうやって持ってたとしたら、若干こうずらして上を持って書くということですね。この自分が書いていく時の距離感みたいなところを、ちょっと感覚的な説明にはなるんですけれども、調整をしていくということになります。一番のポイントはこの肘の位置が手首より下がらないということですね。はい、そういったことを注意してみてください。はい、そうしましたら次にですね、筆を立てる感覚をつかむ練習をしてみましょう。今ですね、何も墨をつけていない状態なんですけれども、この筆ですね、筆が立っている時に筆がどんな状態になっているかっていうところをちょっとご覧いただきたいと思います。筆が立っている状態というのは、線を引く時にこうなってるんですね。筆が立っている時はこうなってるんです。これをね、S 字って言うんですけれども、ここの筆先がまず紙についてますよね。で、これだけじゃなくて、もうワンクッションこっちの角度に入っている状態にしたいんですね。ちょっと今極端にやってはいるんですけれども、そうすると、その線がすごく立体的にその抑揚がつくということになるんですね。見た目がですね。で、なぜつくかというと、先ほどもですね、ちょっと触れたんですけれども、この筆には弾力がありますよね。これ今使ってるのは研毛質、ちょっと羊毛多めのものですけれども、になって結構弾力を感じることができる筆なんですね。で、別の動画で筆の選び方とかもお伝えしているので参考にしていただきたいんですけれども、この半紙にですね、漢字とかを書いていく場合は、こういう弾力のある筆を選んで、それを使って線を引いていくということで、かなりこの字の見栄えというか仕上がり、書き方そのものも変わってくるんですね。なので、筆がですね、こういう状態になるぐらいの、弾力のある筆と、あと押しすぎは気持ちですよ。押しすぎはダメなんですけど、こういう筆を選んで、こういう弾力をですね、感じながら書いていくということをしてみてください。で、この羊毛が、これとかはもう本当に 100% なんですけど、こういう筆を楷書とかには合わないんですね。それはもう弾力がないからなので、こういう筆は別の用途で使います。なので、筆選びもですね、ちょっと注意をしてみてください。ではちょっと次にですね、実際に書いていきたいと思います。はい、それではですね、横線を筆を立てる意識で書いていきたいと思います。で、その中で、このタイトルにありますように字が劇的に変わるということ、それがどんなことなのかということを2つのポイントでお伝えをしていきたいと思います。で、そのポイントなんですけれども、1つ目が線に抑揚が出るということ、そして2つ目が線の移行がスムーズになるということになります。はい、ではですね、ちょっと書きながら話していきたいと思います。まずですね、筆を立てる意識でシンプルに横線を書いていきます。はい、今ですね、筆を立てる意識で書いたんですけれども、まずその線に抑揚が出るということですね。で、これはどうしてこのようになるのかということなんですけれども、まず筆の入り、起筆の部分で先ほど墨をつけていない状態でお見せしたこの状態ですね。ちょっと角度が分かりにくいですが、こういう状態。ここからですね、線を引いてきます。そうすると、ここで使っている、ここで
筆圧をかけたものが、この穂先の弾力を使いながら収筆に向かっていくので、筆が一旦こう開くんですけれども、閉じて整いながら収筆に向かっていくということになるんですね。ですので、このようなですね、起筆から創筆の部分、ここはですね、ちょっと細くなって収筆に向かっていくということになります。で、このようにですね、入れて、書いて、収筆なんですけど、ここでも筆を立てているので、今見ていただいたようにですね、筆がきれいにまとまってくれるんですね、自然と。なので、この意識をしてこういう形を作るということではなくて、筆を立てることによって自然とこの筆の弾力でこのような抑揚のある線を引いてくれるということになります。ではですね、ちょっと筆を立てずに側筆を使って書いてみたいと思うんですけれども、そうしますと、ちょっと墨が足らないんですけど、はい、このようになりまして、これ自体もですね、悪いということではないんですね。見ていただいたように、すごく太くて力強い線が描けていると思います。ですが、この先を進めていこうとすると、ちょっと違いが出るということなんですね。それが2つ目のポイントで、線の移行がスムーズになるのかならないのかというところになりまして、側筆を使っていく場合、次にですね、縦角に進むときは、ここの収筆の部分から筆の腹を使って書いていくわけなんですね。なので、筆が同じ筆圧の状態で、通常ですね、書いていくということになるので、ちょっとですね、やっぱり硬い字になってくるんですね。それと、同じ、ちょっとここ細くなっちゃったんですけれども、同じような太さになるので、ちょっとそういう意味で表情が少ないというふうにも言えるかと思います。では筆を立てるとどうなるかというと、ここで横線で引いたら、ここで一旦筆が整うので、整うというのはここで開いたものを弾力を使っていくので、ここで筆が閉じていって、一旦こう綺麗に整った状態で次に移行できるんですね。なので、さっき側筆の場合はここからこの収筆のこの角度の状態から引いたと思うんですけど、筆が立っている時というのは、ここで引いたら、ここで一旦向きを変えることができるんですね。それは筆が整うことによってワンクッション、ここで向きを変えることができるからなんですね。で、そうすることで、線に対するこの筆の中心線というものもちゃんと真ん中で書くことができるので、この線の太さもですね、コントロールしやすいということになります。側筆で書くと、どうしてもその同じ筆圧で書いていきますので、この太さというもののコントロールはあまり効かないんですね。ですが、筆を立てることによって、言ったら慣れていけば、いかようにもコントロールができるようになるということなんですよね。そうすることで、これから発展をしていくような行書とか草書とか、ひらがなとかもですね、すごく書きやすくなるということになります。はい、ということでですね、筆を立てて線を描くことで筆に抑揚を出すことができるようになるのと、あと線の移行をスムーズにですね、しながら字を書くことができるということになります。はい、それではですね、曲線を含む漢字として、大地の地という漢字を書いていきます。
はい、それではですね、先ほど書いた大地の地を解説をしながら書いていきたいと思います。この筆を立てるときですね、意識するのは、筆を特に入れるときですね。入れるときに、これちょっと今取ってる画角は斜めなんですけれども、私は結構直筆ぐらいな感じで筆を立てて入れています。で、筆を入れて、この弾力を使って書いていくんですね。そうすると、この筆が開いて閉じるので、ここが太くなりますよね。太いから細いっていう縦の線が分かりますか？そういう感じで抑揚がまず出るんですね。でこの次にこっちも。これも同じで、ここで線を引くときに最初に筆を立てて入れるので、筆が開きますよね。で、その弾力を使って引いていくので、ここが太くなってここが細くなる。で、この時にここで一旦筆がまとまるからなんですね。ここで入れて引いていくと、このようにですね、筆が立ってるの分かりますかね。弾力で筆が一回まとまってくれるんですね。まとまるから次に最初と同じ状態で次の角、これだと縦角になりますけど、に移行できるっていうことなんですよね。これが筆が寝てしまうと、この寝てしまった筆の状態で次に行かなければいけないので、こうなっちゃうんですね。そうすると、この字のゆとりがなくなりますし、同じ太さで書いていくので、とっても重い字、硬い字になってしまってると思うんですね。なので、このようにですね、弾力を使うことによって、筆を開いて、閉じて、またここから筆を開いて、閉じて、跳ねしてっていう形で続いていくことができます。そしたら、この縦角も同じで、最後に、ここも一緒ですね。ちょっと筆が割れやすいんですけど、入れたら、筆を開いたら、この弾力を使って書いていきます。今、ちょっとリズム的にも見ていただけたかと思うんですけど、ここで筆を開いて、次に閉じながら次に開いていけるわけなんですね。そうすると、こうやってすごくですね、自然でありながら呼吸を感じるような線を描けるということなんですね。これがその筆を立てるメリットでもありますし、筆を寝かせてしまっている時と筆を立てている時の大きな違いになってきます。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、筆を立てて書くことで字が劇的に変わるということをお伝えしてきました。この動画の中ではまずですね、筆を正しく持つということと、今回はその直筆と側筆という書き方があるということもお伝えしました。そして筆を立てるということは、単純にその直筆のようにまっすぐ紙に対して筆を下ろすということだけではなくて、そういう使い方をするんですけれども、その時にですね、筆の穂先の弾力を使って書くということがポイントになってくるということをお伝えしました。そうすることでですね、その線にリズムが生まれますし、その筆がですね、一画ずつ整うということで、次の線にも移行しやすいということを実践をですね、ご覧いただきながら説明させていただきました。少しですね、感覚的なこともあるので、慣れるまでは難しく感じるかもしれないんですけれども、臨床する時にですね、ちょっとずつ意識をしながら書いてみていただければと思います。はい、ではですね、またこのような動画を出していきたいと思いますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録の方お願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。